こんにちは、オートウエストエンドです。今回は外装のお手入れをしていきたいと思います。だんだんと少しずつ外装もね、綺麗になっているこの X5 ですが、前回までにこの樹脂系のパーツ一つずつ綺麗にしてきました。バンパーとかこういったロッカーパネルあたり、そしてこのサイドミラーのこの黒い部分もね、先日プラスチック復活剤で綺麗にしてきました。この B ピラーに関しては金属だったんですけども、ここもなんかプラスチック復活剤塗ってしまって結局なんか効果なしという感じでしたが、今回はこのルーフレールですね、あと上についているルーフキャリア、この2つをきれいにしていきたいと思います。ちょっと黒い部分が白ぼけしたような、マットになっている感じではあるんですけども、それをできるところまでツヤを復活させていきたいなと思います。そしてこの動画を撮ったのがサイドミラー、昨日アップしましたが、それを直す前の動画なので、まだ痛々しい右側のサイドミラーが壊れたままになっておりました。はい、ということで、このルーフレール、そしてルーフラックですね、ルーフキャリア、金属製なのかなという疑惑もあるので、それをちょっと確かめながら、とりあえずゴミを取ろうということで、下地処理的な感じでやっております。そして今やっているのは磁石をつけてつくかどうかで、この B ピラーのところね、金属だったんですが、そこには磁石がつきます。そしてこのルーフ系のパーツを今つけていますが、どれも一向につきません。なのでこれ樹脂製なのかなと思いながらやっていますが、このレールの部分はどう触ってもと言いますか、叩いてもと言いますか、高い音がして金属だよなという、そんな感じがしています。おそらくステンレスではないと思います。アルミ合金とかそんな感じなので、磁石はもともとつかないということで、磁石では結局わからなかったんですが、こういったこのルーフキャリアの方は叩いてもカサカサして音もね、樹脂を叩いているような感じなので、これは樹脂で間違いないとは思います。念入りにね叩いておりますが、ちなみにここの部分だけ黒いんですよ。今僕気づきました。この作業をね、綺麗にしようというこの日に。皆さんお気づきになられましたか？他は全部白っぽい、もう灰色といえば灰色なんですが、ほぼほぼ白い色をしていたんですが、この端っこの部分だけ、4つあるうちの1つだけ黒でした。いや、ずっと見てきたと思ったんですけどね、洗車もしてるのに初めてあそこだけ違うということに気がつきました。なんかあったんですかね。交換をしたということでしょうか。そしてボトルの置き場に困っていますが、結局持ちながらすることにしました。そしてこのおそらく金属であろう、8割方金属だと思っているんですが、一応塗ってみようということで、プラスチック復活剤をここから塗り始めています。ただこうやって塗るとね、ムラがすごくて、いや、これは樹脂じゃないなと、もうほぼ確信を持っております。これを塗った後にバフがけをするという工程があるんですが、それをしてみてもね、このムラはちょっとおかしいですよね。なので要はただ金属に油を塗りつけているだけのような、そんな状態になっているので、全然伸びませんし吸収されませんし、上でただ浮いているだけ、そんな感じになっています。
なのでこのマット感はもうマット感で仕方ないのかなと思いながら、ここはもうこういうものと割り切っておいた方がいいのかもしれません。ということで、こちらのルーフキャリアの方ですね、これはもう間違いなく樹脂製だと確信しております。もうマイクロファイバータオルとかショップタオルとかで拭いてもちょっと繊維がこれに引っかかったりしてつくので、樹脂特有の表面のザラザラ感はあります。はい、そしてこの白ぼけていた表面なんですが、やっぱりこのプラスチック復活剤を使うと染み込んでね、いい感じのツヤが出てきます。この BMW というロゴがもうほぼほぼ剥げてしまっているので、これなんかうまいこと白いマーカーかなんかで塗り直した方がいいのか、今後ちょっと修理の合間に考えていきたいと思います。はい、こちらと比べてみるとこの白ぼけがねなくなって綺麗になりました。そしてこの下の部分のパーツもやってみたいと思います。とこう塗ってびっくりすごいんですよ。これめちゃくちゃ染み込むというか、もう色がねほぼほぼ黒になりましたよね。ちょっとこの吸い込み具合はもうやばいと思いまして、これもともとこういう色だったのが白くなったのかなと。でもそこまで白ぼけというかもう真っ白に劣化するもんなんですかね。外でずっと直射日光浴びてたらそういう樹脂もあるのかなと、いろいろ考えながらやっております。もうこの復活剤を吸うわでもうめちゃくちゃ染み込んでいきました。でちょっとしばらく経つと色が薄くなって、まだまだこの復活剤を吸いそうな感じを出しているんですが、キリがないといえばないので一旦ある程度塗ったらそのまま様子を見ています。はい、こちらは後ろの方の同じルーフキャリアの方ですが、めちゃくちゃ吸い込みます。ちなみに土台の方の内側といいますか、へこんでいる部分ですね、そこに3つ丸い小さな穴が開いていまして、そこから水が抜けるようなうまい仕組みになっています。はい、ここもぐんぐん吸ってくれたんですが、このルーフの上の方、ここにゴムのカバーのようなそういったものがありましたので、そこもやってみました。なんかちょっと赤い着色をした色素沈着をしたような汚れもあったりするので、これもどうなるのかなと思って塗ってみました。この復活剤ゴムに関して結構いい感じで吸収してくれるので効果あるかなと思って見たんですが、この上の部分のこのゴムのパーツにはそこまで効果がないような、そんな印象を受けました。ちなみに前の方にはこのゴムのパーツはありません。これもねちゃんと改めて見るって初めて気づきました。なんか灯台元暮らしというんでしょうか、このちょっとした違い気づかないもんですね。1年半ぐらい乗っているんですけども、この BMW X5 今回ね初めてこの上のゴムのパッキンのあるなしにも気がつきました。ちなみにこのプラスチック復活剤なんですが、動画に何度か登場してきました。これはよくあるシリコン系だったり石油系というのではない非シリコン系と謳っている復活剤を購入してみました。シリコン系だったり石油系ですと時間が経つほどに樹脂がひび割れたり傷がついたりという劣化させたりねしやすいと、そういった
デメリットがあるようなので、これを試してみました。そのシリコン系に比べてツヤの感じは少ないですが、長持ちして樹脂を傷めないということなので、一応このバンパーとかサイドミラーのトリムの周りもこれで復活剤を使ってきれいにしてきました。はい、ということで塗り終わったんですが、いい感じですね。いい感じの、薄いツヤがあるような、そしてこの白かったところはまたちょっとね、黒くなって薄くなって灰色っぽくなって、ムラが出てきてしまったような感じで、これがちょっとどうなるのか心配ですが、また乾いてから10分15分ですね、バフがけをしていきたいと思います。先ほどレールの部分も映っていましたが、これはもう金属なのでもう塗ったことも忘れようということで置いておこうと思います。そして反対側、こちらはもともと黒かったので、そのツヤがね、さらに増したというような感じになりました。そしてまさかの雨が降ってきまして、その10分15分の間に乾燥させなければいけないんですが、ちょっとね、参ったことになりました。これがどういうその結果になるのか、ちょっと心配ですが、雨がちょっと収まってから吹き上げていきたいと思います。それではバフがけをしていくんですが、乾いたマイクロファイバータオルでこの塗った復活剤のムラを取ると、そういう作業なんですけども、なんかただ水分を拭き取るような工程に変わってしまいました。こうやって見てみますと、このグレーに色が変わっていたこのもともと白かった部分、それが水を吸収したんでしょうかね。今度は黒くなりました。なんかいろいろ色を変えておりますが、ちょっとね、どうなるのか見ていきたいと思います。この上の方のゴムパーツは特に使用前使用後劇的に変わるというようなことはありませんでした。はい、そしてこの黒いもともと黒かった樹脂の部分もいい感じでツヤが出たという、そんな状況です。そしてこちらはもともと白かった部分、こうやってこすりますといい感じでムラがなくなるような、はい、で爪でやるとこう白くなるんですが、こうやってバフがけして鳴らしますと消えてくれる、そんな感じです。ちょっと最初の白からは想像できないような色までなりましたが、劇的な変化ですね。これは予想していませんでした。こちらのもともと黒いパーツ、それとそこまで変わらないような感じになりましたね。ちなみにこれから1週間2週間経った現状なんですが、このもともと白かった部分は今塗り終わってバフがけしたら結構黒に近い色になりましたが、これがもうちょっと落ち着いて、その中間のようなグレーに近い色に落ち着きました。もともとこの3つだけが白くて1つが黒いという状態だったので、黒い方に寄せたような感じ。また今後タイミングがあればさらに追加で塗ってどのように変わるのか見ていきたいと思います。ということでルーフの白ボケもなくなりまして、さらに引き締まった印象になりました。プラスチック復活剤を使おうと思っている方、そしてこの動画が参考になったという方はぜひいいねボタンを、こういったメンテナンスの動画を見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。